ハローこんにちは。フライクエスト VS ティームリクエド。すいません、時間の問題的にこのねトップ8の戦いハイライトで見たいと思います。すいません、いろいろありましてリアルタイムで見れなかったんでハイライトでちょうどいいかなと。レーンサップをしたんだね、フライクエストが仕掛けて。でタワーダイブできるかどうか。バンキモすぎっていうコールがある。見して。何があったちょっと待ってちょっと待って、ヨネオーララバンしてねえのに誰もピックしてねえぞあれこれ2024の世界大会であってる。これ去年初めて見た。ヨネもオーロラもどっちも取らないってクソおもろいやんこの時点で。何これ、カサンテ先出し、ジャックス信者をアッシュオリアナシンドラピックバンクロジンスカーナーがまだ残ってんのでルル行くのでタムケンチお互いにピックがいいね。ノースアメリカソロ級みたいだねちょっと待って、ピックバンエグいんだけど。だってレッドサイドでヨネオーロラどっちもバンするのが多くて、もうワンチャンどっちもバンしなければヨネを取ってでオーロラ取ってっていうのがお約束じゃん。どっちもイカれた強さしてるから。だけどね、考えてみてください。あなたたちはねフェイカーでもないしゼカでもないしチョービでもない、ヨネもオーロラも操作できない。だったら普段から操作してるもうちょっとシンプルなキャラでいこうっていう、それがノースアメリカですよ。笑うな彼らを。使えなかったら意味がねえんだから。指がなかったら、ハンドがなければ。スカーナーもね最強格なのにね、どっちもバンしないしどっちも早めにピックしないんだ。すげえな。この大会初めて出てきてるレベルのキャラがなんかタムケンチだったり、ルルもほぼ出てきたっけ。ルルでシンドラもなんか予選でちょびっと出たぐらいで空気だったのにシンドラピックすんだ。アッシュ見えて。これフライクエストの方がトータルキャラパワー的に強そうだけど。ジンタムケンチ What the fuck? ジンケンチ初めて見た。 Alright ピックバンおもろ。あ、終わったさすがに神が見なくてもいいって言ってくれた可能性がある。まあいいや、ピックバンおもろかったっすね。まあこのハイライト言うて30分くらいあるから楽しめんじゃない。タワーダイブフライクエストね、正直見てておもろいチームではあった。ヌヌジャングルやったりだとか、ビッポがクレイジーな、なんか大体死ぬんだけど集団戦でキャリーするこの男。ビッポ不思議なプレイヤーだよな。でミッドはオリアナ対シンドラ。てかさ APA さ、もともとの名前がオールウェイズプランアヘッドっていう名前だったらしい。俺こいつとソロ級結構やってたけどな。オレリオスカイでしょ確か、リワーク前の。違う？それで APA らしいぞ。オールウェイズプランアヘッドって言って D だけ入れてなくて、だよね。普通にソロ級で昔戦ってたわよく。それ知って俺昨日マジびっくりしちゃった。リワーク前の俺ソロ使いだったんだって。最近ほんとうまいんだけどねやっぱ。TL が連戦勝ってんのか。アッシュルルめちゃくちゃ連戦強そうなんだけどな。コア GJ そういえばタムケンチ得意だよね。最近全く見ないキャラだけどコアの得意キャラ。
スカーナシンドラピックね。これベタ足スカーナ相手ほんとゲームできないんだよな。だよね、ブーツも持ってないしね。プランができてないですよ、アッパーさん。But Inspired has really kind of changed his playstyle and is more willing to play these supportive styles. MT going to be looking top lane. W 当てる。そういえばチームリクエドさ、最近見てなかったけどトップがすげえひどかったな。インパクト終わってた。レネクトンピックしてナーにソロキルレベル3でされるとか。前回のシリーズは確かインパクトのせいで負けたよね、トップで。今回はどうだ？ TL の 2v2 強い。アッシュルルで連負けるんだね。お互いに最強格なはずなのに。TL がボトム有利取ってそれをスノーボールしてドラゴン集めてるって感じかな。グラブも6個取ってる。フライクエスト苦しそう。で TL がタワーも取って火力が薄いよな、ティームリクエド。ヨネジン、あ、ヨネじゃねえや。シンドラジンだと。ヨネシンドラ VS オリアナ、なんか見たことあるな、これ。シンドラ触ってねえから敵ワンパンできねえし、オリアナの方が圧倒的集団戦強えし、ジンがボトムで有利取ったとはいえ厳しそう。てかタムケンチサポートでも心の墓に行くんだね。高えサポートアイテム買ってる。タンクアイテムか。スカーナー仕掛ける。テレポート死んじゃう。いいウルトで入っていき弾いた後ジンの W がルールに当たってジャックスが飛び込む。しかしジャックスフラッシュねえから飛び込んだ後生き残る。足殴る。ビッポー持ってきてマスカサンテクソ勝てや。タムケンチ捕まえてカサンテが死なない。うわルール捕まえたのナイス。オリアナビッグウルティメイト。ジャックスがノー HP で突っ込んで死んでくれた。オリアナ前フラッシュしてタムケンチのウルトでセーブ。テレポートしてくるけどこれは育っていない。シンドラ助けになるのか。シンドラ来る。ダメージゼロ。オーマイアッシュのウルトマスさすが。リンキンパークのミュージックビデオに出てるだけあるわな。マス結構うまかったよね。イオンも最近うまくなってたんだけど。青ベタ足キャラ。うわーアッパーさん何やっとる。シンドラって何だったん。ベタ足ゲームできなくね。ソロ級キャラだよな。敵が油断してる QE の射程に慣れてねえやつを捕まえてワンパンして勝つキャラ。プロ相手だとそれがなかなか刺さらんからね。逆に自分はベタ足だから捕まっちゃう。だけどよくジャックスが入ってきた。でもフラッシュしていなしてアシュルルの追撃がやばい。逃げられねえ。タムケンチがジャックス救う。だけどジャックス救ったけど集団戦もう勝てないぞ。火力がねティームリクエド。シンドラもジンもシンドラがね触ってないとないからねダメージが。
they got nothing. Yeah, Quad is just so fed, so rich for this next one. has no flash. Zen is notoriously シンドラスカーナ見てから出してた。いや、シンドラ出してからスカーナじゃなかったっけ？スカーナ残ってた。てか分からない。なんでブルーサイドの4ピック目でスカーナが取れるのかが知らない。このキャラ明らかにいかれてんのに、ヨネもオーロラも相手ってどっちも取らなかったけど。I don't know。なんでジャオの方がいいと思うの？スカーナに対してジャオを取るチームは確かにあったけどさ。ジャオ取ったけど。もうボトムは TL がフィジカルで 2v2 で勝ったけど、まあミッドシンドラスカーナ相手レーンきついよな。アッシュもいるし、アッシュのウルトもちょこちょこ飛んでくるしね。アッシュのアルティメット火力がねえチームリクエド。シンドラもマジでタンク相手何もできん。シンドラ射程も短いのに。To make it even more impact out of the picture. Quad's legendary. Yawn, this fed Jin from the early game can't do anything. As Inspired comes around. おい、サポートも殺せねえぞこのシンドラ。フルコン出して。シンドラダメですこのキャラ。このキャラ選ぶんだったらもうスカーナーバンするでミッド徹底的に見てシンドラが絶対レーンを勝つように仕向けないとね。ボトム勝ってるからってなんかミッド放置してミッドが結構やられてたように見えた。まあ、ハイライトだからちょっと 100% わかんないけど。シンドラマジで今大会勝ってなくねえか。毎回出てる時何もしないで負ける。Alright。でおい NA チーム同士のピックはまた面白すぎだろ。おいまたヨネとオーロラ使わねえんだけど何？事前に約束した？おい俺たちちょっとヨネオーロラピックするのやめねな。どっちも使えねえんだからよ。バンすんのやめようと。レッドサイド振りすぎんじゃん。結んだだろなんか契約書かなんか。でさすがにスカーナバンするよな。レッドサイドいかれてるよなこのキャラで。ニーコジグス、はいまあアパはねジグス使いでもあるし、でレネクトンアイバーンオリアナ、インスパイアとか結構キモいキャラ好きだからな。ヌヌだったりアイバーンだったりで、ノックファースト、まあこれ全然強くて、でカサンテアーリーに対してトリス、もうトリスミットぶち当てるんだ。でランブルでバイオ、カリスタ、バイ、ザヤがいるからね。バイがね、まあバイアーリなんだけど、ザヤがいるとやっぱそれのカウンターでもあると。で最後に何出すかなと思ったらセナ。オッケー。エンゲージする構成なんだけどセナなんだ。すげえなピックバン。セナも初めてじゃないの今大会。サポートセナなんてね。まあこれアリバイ相手にトリスターナとザヤだからエンゲージは刺さらない気がして相手セナだからフライクエストも試合畳めないんじゃねえか。今回連戦やって 2v2 ザヤラカンが入っていく味方のノックターンを寄せてるレベル3で。いやーこれはノックターンだから相手が油断してたね。でコア JJ がトップに向かってレーンスアップを早めに仕掛けてタワーダイブ決めて
インパクトがあと一発食らえていいね。多分カリスタセナがあまりにも連戦強いから逃げてんだろうな、ティームリクイド。連しか見てねえからカリスタセナで、トップ側だいぶうまく決めて、ビッポよく死ぬよね連戦で。マジでよく死ぬ。アリバイな。上位チームは確かにうまくできるけど NA チームでアリバイうまく使えるのかな。セナだしサポから行ってからアリバイが入るみたいなのがシンプルな感じするけど。ノクターンがスペルシールド使っちゃったぞ。ランブルウルトは切った。ランブル勝て。おっ、なんでランブル知らねえんだ。破産手がアイテムなさすぎた。ノクターン2キル、ザヤ2キル、無理じゃね。アリバイでザヤ捕まえられないし、トリスターナも安全なキャラだし。ゲームが終わってるように見える。まあランブルは死ぬだろうけど。グラブは33、トリスでグラブでかいね。まあレンスアップうまくティームリクイドがやってカリスタセナ相手 CS は負けてるけどビッポ腐らせたのがでけえな。唯一のフロントラインの加算点が触ってない。バイのフラッシュウルトエンゲージでトリスは捕まえてキルは取った。There's your pick. They find it. They do have enough damage to finish off this time, and they'll be rewarded with finally getting that outer tower for themselves. Off to the greatest lead of the game so far, and this Rift Herald is going to drop now as well. So TL going to pull ahead in that neutral objective game. ヘラルドとの TL でヘラルドドラゴン前に出してキャッチする。どうだ、ランブル乗ると綺麗に決まった。ビッポ逃げる場所間違えて捕まって死ぬ。ラカンの完璧なエンゲージ。そういえばコア JJ このスキン持ってるな。世界大会王者スキン、そういえばラカンだった。うまいよね。OK。17分5000、6000ゴールド差。ノクターン入ってく。どこまで行く。本当にどこまで行く。何どこまで行く。What the fuck? North America? うんて相手 T1 じゃねえって。愛国心早いって。What the fuck is this? マジでどこまで行くの。 OK。 なんか相手がタワーに突っ込んでノクターン死んでくれて。ウンティのインタビュー聞いたけど、ウンティ英語めっちゃうまいね。全然ちゃんとコミュニケーション取れてそう。Shadow for a shield, but Bwipo is taking so much damage over time for the Rumble. He'll try to continue escaping. Quad missed the charm. Impact will secure that kill, and now APA. The gold doesn't really matter. You can get those resets and potentially run over the play, but they're looking for Yon. They want it. Inspire tries to make the engage, but Yon doing a beautiful job here with a Feather Storm. Inspire taking a ton of damage. いやバイから入ってくけどザヤは捕まえられねえよな。ザヤのアルティメットで全て返した。ティーボリクエドがバロン叩いて、バロンベイトフライクエストどう動く、どう立ち回る。バロンを取り切るのか。バロンはどうなるんだ。バロンおお戻ってきてスマイトした。バイがいねえから5対4でバロン始めて
取り切って集団戦も勝って GG か。 I hope these players are paying for his blood pressure medication. They are on soul point. 4.5 minutes though until that next Drake spawns, and they have Baron for another 80 seconds. I know Team Liquid are wanting to just crack this base and end this one here. フライクエスト25分、セカンドタワー、2つ目のタワーか。 They go for both plays. They want to go in after Umpty, who turns around for the おっ paranoia. とアンティが捕まったから逆に突っ込んでいき、ランブルのウルトどうなる。なんかみんなばらけてる。でもイエオンが生き残った。おイエオン避ける。イエオン生き残れるか。イエオン生き残る。避ける。おうだけど敵引きつけたからテレポートで戻ってきた APA。バロン取ってこれはちょっといまいちだったな。アンティが捕まってたね。ミッドにノクターンがいてウルトでいつでもボトムで飛べるからウェーブだけ守る立ち位置取ってたんだろうけど、これ捕まっちゃった。これもまた同じことやってんね。ノクターンがミッド行ってるから仕掛けるしかないってことで仕掛けるフライクエスト。それを簡単にいなせる構成はあると思うんだけど TL ザヤいて取りすぎてノクターンが遅れてやってきて、ボトムのウェーブも押してるからまあ TL がほぼ勝ち確にしか見えねえな。構成もレートゲームフライクエスト弱いし。おポリス入ってってフラッシュしてアパさんおい G2 と戦えよお前ら。なんで G2 が BLG と戦ってさ負けなきゃいけねえんだよ。もう勝てそうだったのにファッキンエルクエズリアルで無双し始めてやばかったし。どっちもさワールドカード相手に勝って2勝だからね。で最後の3勝目は NA 同士の戦いっていうくじ運良すぎな。ちゃんと KR 中国チームにはどっちも1回も勝ってねえからな。お互いに PSG だったりギガバイトマリーンズだったり倒して上がってるから。フライさんが勝利したチームギャム PSG ティームリクイド。Third and Topo strike with a knockback onto Umpty, but it ain't gonna matter. The flame spitter putting so much damage into Whippo. He'll burn away before he can reach the safety of the fountain. The Nexus turret. 来年もまたなんかね変えてほしいよなルール。Here on the final episode of Swiss 2024 as Team Liquid even up this best. Alright, 1-1. Okay. 1-1でまたヨネオーロラ空いてる。ヨネ取ったぞ。こっちオーロラ取らない。ガーリオランブルに対してガーリオレールでまとめてガリオのアルティメット、そしてザヤの羽、ヨネのアルティメット、ワンバオコンボやばい。 CC がやばい。クレットヨネのカウンターとして APA がクレット出してきたってこと？でででんっつってみんなで突っ込む構成。いやーでもこれ構成がこれガリオがねこの構成にガチでカウンターするからね。ガリオピックこれめちゃくちゃいいんだが。OK どうなったんだ試合が。ピックマンおもろいな本当に。まあいいんだけどね。NA ノースアメリカがさ韓国の真似事としても勝てねえから自分たちのメタでジャングルだったりやるのがいいと思うんだけど、でクレット小説戦強えぞセジュワニと一緒で。セジュワニヨネをセジュワニクレット最強だろう。クレットでも序盤負けたらおしまいよ。乗った
あれ負けたんだけど。クレットレートゲームゴミね。ちなみにヨネがさ強すぎるからさ、セジュクレット 2v2 最強なのでは。チームリクエットレートゲームマジできついっす。フライクエストタワーダイブガリオから食らって、ガリオから食らってなかった、他のやつが食らってた。ガリオフルターン。フライクエスト3キル取って2000ゴールド有利、プラスグラブもフリーで取ってる。ボイドグラブに寄ってる。2個はフライが2つ取って TL が先に寄って3取って集団戦よーねーガリオ。視界外からのヨネのウロと避けられん。強すぎで敵まとめ上げるからガリオと相性いいし。これね、フライの構成やばいぐらい集団戦強いね。CC 多ければ多いほどいいんだから、ほら CC1 個当たればみんなの CC またつながるから相手動けないのよ。で火力が足りないかって言われるとヨネでしょ、ザヤでしょ、レートゲームファッキン最強キャラ。火力もちゃんとありますから。これね、フライのね構成最強です。負けられない。グレットでも失速した時点でもうほぼ終わりなんだけどな。突っ込んで勝つみたいな構成だけど、誰が突っ込むんだこれ。なんか突っ込みたいけど突っ込んだところでっていうのがチームリクイドの構成ね。どちらかというとレーンを勝つためのピックなんだけど、レーン負けちゃったからさ。だってスカーナーいいんだよ。スカーナーがクレットの目の前に立って、相手突っ込んできたみんな、スカーナーウルトでピューってやって捕まえて、ガリオがウルトとか W とかやって、スカーナーのエンゲージを普通にフライクエスト受け止められるからな。ザヤもウルトあってさ、マジで TL 構成終わってる。プローラーじゃない、なんだ脅威ティアマトクレット。カイサの強いところはこれだな。飛び込んでキャッチができる。しかしザヤ3キル、ヨネ2キル、6000ゴールド差。アンティ Q 使った、もしかして。これクールダウン長いから逃げられないですね。ドラゴン11、ヘラルド取ってる。グラブも6、フライクエスト止まらない。もうザヤがね最強ですな。ザヤまで届くキャラいねえし。おお、どっちみちミッドのセカンド折れるからそっちにタックルしたのいいね。1対1はさすがにビッポもきついか。マジックレジストビルドでお互いにミッドレーナーが、いやトップレーナーがやってくる。ランブルよりもヨネですよね。スカーナーのウルトいかれてら。ちょっとねキャラパワーが強すぎますね、フライクエスト。ヨネだったりスカーナーだったり。ヨネのイかれたエンゲージに強制 1v1 にガリオが降ってくるからマジで逃げられないじゃん。ヨネそれだよな。強制1対1が始まって1対1最強キャラだからさ、9避けても死ぬんだもん。王権とストライドブレイカーのスローと E の増解メースでウルトは外しても
近づくだけで勝ちだから、マジで無理だよこのキャラ。しかも強制1対1で必ず戻れるからさ、ギャンクもできねえし。なんで3試合目で初めて出てきたんだこのシリーズ。バンもされなかったのに。どうやってナーフしたらいいんだろうね。次のパッチ、ヨネの W のダメージ、割合ダメージ 1% 下がります。Thank you Riot! Unplayable! Fuck! ヨネプレイできねえよな。W のダメージ 1% ダウン。割合ダメージ。ヨネプレイできませんわ。最弱キャラですわ、ヨネ。残念。足りる？何も変わらねえよ。ふざけてんのか。誤差でしょ。意外とでかい。本当？まあ、割合ではあるんだけどね。でもそこじゃないじゃん。シールドだったりサステンだったり E の MS 増加だったり、一応セットで王権がナーフされるんだけど、どちらかというと王権のナーフの方がでかいよね。Alright、フライクエストが勝ったらしい。ちょうどいいね。はい、これね、LNG ウェイボーで勝ったら上がって負けたら敗退。うん。T1 と JNG 同じ山か。超美よかったな。トップ4は約束されてるようなもんだよ。もう BO5 だからマックス5試合で1日1シリーズ。もう残り8チームになっちゃったね。去年とフォーマットは一緒なんだけど、もう終わるのかっていう。寂しいな。なんか早くね？俺去年よりも早く感じる。